なんかニュって伸びた感じがするやろ。こっちやったらもっと伸びたかもな。穴の描き方っていうのは、1個だけじゃないの。これでチェックできるね。だからここと、ここを結んで、はい、どうぞってやるところ。かかげさんのなんか似てなかったんですけど、うるせえモールブランドあるんじゃボケって話になってくる。これな、二つともに言えんねんけどな、首がおかしい。まず、坂本の顔の方やねんけど、こういう輪郭をしてるわけやん。で首っちゅうのは、どうしても、耳の下から生えてくるねん。耳の下あたりの太さがあんのよ。どうしても。ここが付け根やから。ね。横側から見ても、こう首っていうのはこうくっついてるわけよ、このエリアが。みんなも触ったらわかると思うけど、ここってベタってくっついてるやろ？ベターってくっついてるやん。じゃあ、首の付け根っていうのは、どうしてもこの辺りじゃないとダメなのよ。結局は。でもこれって顔の中心にそのままスポーンってこう刺さってるようになってるから、すごいガタついてるような見え方してんのよ、これ。この輪郭のまま、こうぶっさって刺してるような感じ。すごい違和感あらへん、これって。なんか落ち着いた感じせえへんやろ、全然。首がなんかポロって取れたんかなっていう印象になってるやろ。すっげえ不安になるの。なんかコロンって落ちていきそう、みたいな。この彼方ちゃんかって、ここで直角になってんねん、直角に。パキーンって割れてもうてんねん。そうじゃなくて、首っちゅうのは、これ徐々に膨らんでいってるもんやからね。みんなもよく触ってみんや。途中から皮が引っ張られてるやろ。イメージは、芯があるけども、その上に皮がこうかかってるような感じせえへんかい？こんな感じで。そこやな。真正面からの顔やったら、首っていうのは仕方ないねんけど、こんな感じに見えるんやけど、斜め側になったら、まず、こんな首の繋がり方はせえ。で、これも、すごいよく言ってた、斜め顔にしすぎ。対して斜め顔になってないのよ、これって。対して斜め顔になってないのに、斜め顔にしちゃってるから、変に首の付け方してしまう。斜め顔じゃないねん、これ、対して。耳この辺りやねん、そう。対して斜めになってないのに斜めを語っちゃってるから斜め気取りくんになってしまってるから、首の付き方とかもおかしくなるな。だから頭の形かって変な膨らみ方してんのね。無駄に斜めにしてる。そのせいで今ここの空間が全然ないのよね。この坂股って。この首が乗っかってるこの鎖骨の空間。この空間がすっごい狭く感じると思うねんか。本来はこれぐらいあるわけよ。というより、まず、目を描いた時点でさ、君たちはもうここで目の正面を描いてるわけよ。もうこの輪郭の向きがはっきりしてんねんって、これで。今自分たちがこの輪郭がどういう風に向いてんのかっていうのを認識できてない。こんだけ向いてたら、ほとんど左右の大きさ大して変わらへんってことはさ、もう正面や。ほとんど正面や。こっちとこっちで大差そんなないやろ。4.5 と 5.5 ぐらいやろ。こんなんほとんど正面やろ。それやのに、今こんだけ見せてたやん。そういうのが多いかな。そういうお話。このあたりがかなり原因じゃないかなって思うわ。伸びてないのはね。はい、次。甘栗屋くん。よいしょ。マイベストいいね数いただきました。おめでとう。41.6 やって。後ろの雰囲気とかね、よくかけてるか。ちょっと狭いかな。で、あとね、やっぱりね、みんなね、斜め病やな。ちょっと斜めみんな苦手すぎるか。あと、鼻を正面で描けないな、みんな。鼻の正面で描きたいんやったら、鼻のこの上っ側を描けばいいね。上っ側。鼻の描き方っていうのは、人それぞれ一つずつじゃないの。結構みんな描き分けてんねん、実際。一個だけじゃないのよ。で、これっていうのは、斜めを向いてるんじゃなくて、ちょっと下を向いてるわけ。どうしてもみんな斜めにしちゃうよな。大して斜めじゃないねんけど。斜め気取りがやっぱり多すぎる。斜め気取りが流行っとるな。だいぶこれで見やすくならへん、ほら。ほら。なんかニュって伸びた感じがするやろ。こっちやったらもっと伸びたかもな。かっこいいやろ、こっちの方がなんか。正面にちゃんといてくれてる感があるやろ。斜め気取りが多すぎる。ほら。鼻の描き方っていうのは、一個だけじゃないのよ。ちゃんと、正面の時の鼻の描き方、下から上からっていうのを描き分けれるようにしとかない。斜め気取り、絶対に、それ間違ってますよ。直樹先生登録してた人はちゃんと登録し直してきて。これもさっき言った。斜めじゃないのよ。鼻超斜めになってるけど、もう、眉毛こう描いてんねやろ？じゃあみんなさ、眉毛こう描いて、今パッと思いついたやり方やけど、眉毛描いたんやろこれな。でさ、眉毛の端と口をさ、結んだらさ、これ真ん中じゃねえの？こいつこっち向いてんじゃないの？それ多少さ、ずれてると思うけど、
これずれすぎじゃない？ちょっとこれやってみて、いろんなこの。なんかこれ合ってんじゃないかな。やってみようか。まあ、多少のズレあれど、ここを結んで、まあ、鼻をつけたりすれば、まあ、多少ずれてんこともないけど、まあ、ここやったら許容範囲やな。まあ、俺やったらこの辺につけるやろうし。あれ、この理論ありかもしれん。だいたいこの辺やろ理論になるんじゃない？かんみちゃんとかもちょっと使ってみる。眉毛と端と口の端を結ぶ。ほら、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 ほら。これでチェックできるね。大体は。だから、ここと、ここを結んで、はい、どうぞってやれば、ほら。いや、すごい理論ってか、別に、全然理論とかじゃなくてさ、正面顔描いたら、別に真四角やんやったら、どこ結んでも大体真ん中出てくるようなって話やねんけど。でもこうやって眉毛、ちゃんと言うた位置にあったらやで。ちゃんと、目より内側。で、なおかつ、口もちゃんと真ん中についてたりすると、真ん中になるけどね。もうこれででも、斜めになった場合とかでも、まあ多少、こっち側向くってなったとしても、ほんま多少や。多少ずれるって程度やと思う。だからこれはもうあからさまにやりすぎよ。だからこれ今多数決の結果さ、口様と眉毛様がいてるんやからさ、こいつらの位置関係一緒にならんなあかんはずやからな。で、目かってそうやん。目かって、ここの目の半分さんはどこですかって話になったらさ、こうやん、もう、ほら、お前だけなんだよって言ったら。よし、もう、この理論が出来上がったから、もう、いいや。はい。まず、鼻ぐらいちゃんとした位置で描いてくれ。対しておめえたちの、斜めじゃねえから。うん。やっぱ顔ですわ。はい。つりつりつり。つりつり。日光くん。どこ向いてんのよ。顔も全然似てないしさ。目すらまだ合わせられへんのかこれ。正面向いてる時の白目のバランスは、お互い一緒になるよなって言わんかったっけ俺。他の人の目って見てるか？認識が違うねん、認識が。その認識をちゃんと理解しないと。教わったし、他の人の目も見てるはずやん。キャラクターたちに目線を合わして。ちゃんと、みんな。これもう早速使っていくけど、ほら。鼻が真ん中じゃねえのよ。真ん中なのよ。こことここを合わせなさいよ。キャラクターをもっと見ろ、みんな。まだみんなっていうのは立派なイラストレーターっていうか、その名前だけでのイラストレーターっていう風に慣れてないから、どうしても、半減、ええやん、その名前。花クロスボーン。花クロスボーン。もう花クロスボーン覚えやすいからそれでいこう。みんなっていうのは、絵師としてのブランドっていうのが全くないね。キャラクターのブランド能力を借りなかったら、伸びないね。じゃあ絶対に似せなきゃいけない。で、似せるっていうのは、今後一生絶対に必要になってくる能力なのよ。似せて描くっていうのは、永遠に必要になってくる。イラストレーターやってんやったら見て描く能力なんていうのは絶対に必要になってくる。似てないって時点で半券キャラクターおしまい。で、こういうのが届きます。かがげさんのなんか似てなかったんですけど、うるせえ、もう俺ブランドあるんじゃボケ。って話になってくるんだよ。かがげさんのなんか似てないんじゃけど、なんでうるせえわ。でも、俺には50万フォロワーがいるんだぞっていう風な話になってくるんだよ。そこと話まだ別なのよ。技術のブランドもなけりゃ、名前のブランド力もないのよ。だからみんなは、ちゃんとキャラクターを似せて、そのキャラクターのブランドに乗っからないといけないわけよ。絶対にキャラクターは似せましょう。俺、どんな添削方法で文句言われてもいいよ。ここげの教え方は、キャラクター似せるしか言わない。キャラクター似せるしか言わないんだけど、みたいな話になるけど、うるせえって話だよ。うるせえわって言って。それが真理だわ、ほんと。すべての真理や、これが。まず似てないなってなったら、いいねもリツイートもしねえだろうっていう話でしょ。ね。まずそこから始めてほしいって話。そういやば、魔法の言葉切り抜き、なんか急に伸びてるよな。最初全然伸びてなかったのに、昨日おとついぐらいから急に伸び出したよ。俺がさっき見たとき、5000ぐらいになってて。うん。急に伸び出してんねんけど、あれなんか3桁台じゃなかったっけと思って。笑っちゃった。いや、なんかあれ、需要あんのやったらやっぱりメンバーも切り取ってくれても全然、メンバーの時だけ切り抜くんやったら、一旦許可取ってくれたら、まあこれだったらいいよ、みたいなこと言う。いや、とりあえず顔だけにせて。とりあえず顔にせて、顔に入れなかったら割り割り